こんにちは。今回は2024年の秋に発売されると言われている新型のアウトランダー PHEV について独自に調査した内容を紹介していきたいと思います。それでは行きます。Now loading。こちらのテザーサイトは、2014年秋に発売予定のアウトランダー PHEV を紹介しています。他の投稿者の動画で、このテザーサイトの詳細はご覧になられた方もいるかと思いますが、詳細を見ていくと色々気づきがありました。まずはじめに、このアウトランダー PHEV の新型モデルがどういったものなのかについて紹介をした後、この車両の登場によって、他の車種やメーカーにどういった影響が出てくるのか予想もしていきたいと思います。まずこのアウトランダーのヘッドランプですが、現行車のヘッドランプに対してそこまで変化はないように感じました。こちら先日投稿した現行のアウトランダー PHEV の動画の切り抜きになりますが、テザー画像と比べてみても、ほとんどヘッドランプの形状の違いは見られないですよね。なのでフロントフェイスに関しては、さほど大きな変化は出さない可能性がありますね。もしかすると、フロントグリル周りは変えてくるかもしれないですね。そして下に少しスクロールすると、PHEV に関する説明が出てきました。皆さんほとんどの方がすでにご存知かと思いますが、PHEV はプラグインハイブリッドの略で、電気自動車とハイブリッド車の長所を兼ね備えた車になっていて、国内で見てみてもあまり販売されている車種は多くないですね。トヨタでは、プリウスやラブ4、ハリアー、クラウンスポーツ、レクサスで、NX450F、RX450F、マツダの CX60 が PHEV として挙げられます。日産とホンダは、PHEV がなかったです。日産は e パワーのイメージは強いので、PHEV もあるんじゃないかと思っていました。話は少し取れましたが、それほどこの PHEV システムというのはユニークなシステムで、一番の魅力は、大容量の駆動用バッテリーをとしても利用できるので、アウトドアや災害時に役立つということですね。言葉尻だけ取ると非常に便利そうだということがわかりますが、ではこの大容量と呼んでいる容量は、本当に大容量なのか他の PHEV とも比較しながら、調査をしてみました。こちらが、その調査結果となります。まず比較だけしてみると、今回紹介している三菱アウトランダー PHEV がダントツで駆動用バッテリーが大きいことがわかります。それで次に駆動用バッテリー容量が大きいのが、トヨタレクサスですね。駆動用バッテリー容量は、プリウスを除き 18.1kWh で統一されていますね。おそらくトヨタは、同じ種類の駆動用バッテリーを用いることによって、低価格化を図っていることが伺えますね。トヨタよりもセールスバリューを出すためにも、トヨタの駆動用バッテリー容量を超える車両開発を三菱では言っているということですね。こちらは、現行のアウトランダー PHEV の下回りになりますが、駆動用バッテリーが床に敷き詰められていますよね。この構図を見ると、車両構造上これ以上駆動用バッテリーを大きくするのは、困難だということがわかりますね。しかしこちらのメッセージを見てみると、新型アウトランダー PHEV は、大容量化、高出力化を実現した新開発の駆動用バッテリーを採用と記載されていましたので、駆動用バッテリー 20kWh を超えることが考えられますね。ちなみに、20kWh はどれぐらいの容量なのかというと、一番左側にある弱離の大容量バッテリーで 1kWh なので、このサイズの大容量バッテリーが20個車両に搭載されたみたいな感じですね。一つあたり17万円ほどするので、これを20個積んだら340万円ですね。これにプラスして、トヨタのように同じ部品を使って低価格化という縛りを設けなければ、まだまだ PHEV は進化していきそうですね。では続いて、開発者のメッセージを見ていきます。商品戦略本部の方のコメントを見てみると、アウトランダー PHEV は位相堂々を商品コンセプトに、力強さと上質感を兼ね備えた頼れるクロスオーバー SUV として販売を開始。今回新型アウトランダー PHEV の商品価格における市場調査の結果よりを望む声が多くあったことから、商品コンセプトを威風堂々フェーズに洗練とさらなる上質とアップデートし現行モデルから正当進化を目指しました。特に室内はより上質な空間となっていることを感じていただけると思います。とコメントしているように、今回の新型アウトランダー PHEV のもう一つの魅力は、内装にありそうですね。まず注目なのが、セミアニリンレザーシートですね。現行のアウトランダー PHEV でも、セミアニリンレザーシートを採用されていて、実際にセミアニリンレザーシートを手で触ってみたんですけれども、表面がスベスベしてて、確かに上質感があるなといった感じでした。
おそらくシート表面のキルティング模様は、大きく変わってデザインもより上質になると思いますね。そして現行モデルでは、装備されていなかったんですけれども、シートベンチレーション機能が新たに加わるようです。500万円以上の車両価格帯になってくると、やっぱシートベンチレーション必要だよねって感じる方がネット上でたくさんいらっしゃって、おそらく、今見てくださってる視聴者の皆さんも、そう感じているかと思いますが、実際に採用に至って非常に喜ばしいです。そしてテザーサイトでは紹介されていませんでしたが、新型のアウトランダー PHEV においても、ブラックエディションのモデルは登場すると考えています。ブラックエディションがグレードとして登場するのか、内装色としてだけ登場するのか気になるところですね。ちなみに今触っているのは、リフレッシュ機能と呼ばれる機能です。次に、魅力的な内装アイテムは、スピーカーですね。テザーサイトではおそらく A ピラーの一部が映っているのだと思いますが、今まで坊主製スピーカーを用いていましたが、ヤマハのスピーカーを採用したようです。今まで2年間ほどいろんな車を見てきましたが、ヤマハのスピーカーを採用している車種は、このアウトランダー PHEV が初めてでした。スピーカーの性能がどのように変わるのかは実際に聞いてみないとわかんないですが、従来の坊主スピーカーでは、全部で9つのスピーカーが装備されていました。現行車両のスピーカーの位置は、インパネのコーナー、A ピラー、そしてフロントドアとリアドア、ラゲッジですね。しかし、今回のヤマハ製のスピーカー使用することで、計12個のスピーカーを採用するようです。あと3つもスピーカーが追加されることで、サラウンド機能が強化されるため、より臨場感のある音響環境になりそうです。またスピーカーの性能だけでなくて、スピーカーのグリル形状も大きく変わっています。こちらが現行のアウトランダー PHEV のスピーカーグリルになりますが、スピーカーグリルがプラスチックで、オーナメントはついているものの一体感に乏しい印象です。それが今回ヤマハ製のスピーカーグリルに変わることによって、まずプラスチックではなくて、おそらく金属製のスピーカーグリルに変わって、ヤマハロゴも綺麗に配置されていて、一体感ありますね。そして価格も用スピーカーグリルにすることによって、先進性の感じられる見た目に仕上がっていますね。幾何学模様と聞くと、最近マイナーチェンジした日産のノートオーラが記憶に新しいですが、三菱が日産とアライアンス関係にあることも影響していそうですね。そして見どころ3つ目は、12.3インチのナビゲーションの搭載です。このナビどこかで見たことあるよなーって、少しとぼけたような言い方をしましたが、この新型 X トレイルのナビゲーションと筐体のデザイン、サイズが似ている。ほとんど一緒ですね。なので私の予想としては、新型アウトランダー PHEV の内装は X トレイルユーザーからしたら既視感のある内装になるのかなと思います。つまり、この新型アウトランダー PHEV でも HDMI 端子は絶対ついているはず。だって、X トレイルでも HDMI 端子ついていますしね。これ逆に考えると、新型アウトランダー PHEV の技術が、今後登場する可能性のある X トレイルシリーズにも採用される可能性ありますね。その代表例としては、X トレイルも PHEV のグレードが登場するなんて夢みたいなことが起きるかもしれないですね。シートで言うと、シートベンチレーションの採用が X トレイルでもされたり、ただやっぱり、いろんな機能が入ってくると、車両価格も上がっていくと思うので、PHEV は出しつつも、ぜひもっと安いグレードも出してほしいです。そうは言ってみましたが、アライアンスや共同開発などで PHEV の技術を横流しで同じものを使えれば、PHEV をより低価格にできる希望も持てそうですね。ホンダの ZR-V も PHEV になったりしてね。そして内装ではないですが20インチのアルミホイール新しいデザインで登場するようです。ただ個人的には、現行の三菱アウトランダー PHEV のブラックエディションホイールも好みなので、オプション仕様でもいいので、ブラックホイールはぜひ選べるようにしてほしいです。そしてなんと予約注文すると、特典が2つもらえるようですね。特典の1つ目は、こちらの3つの商品のうち1つをもらうことができるようです。確か坊主のサウンドバーは5万円はしたはずだと思うので、5万円以上の特典と考えることもできそう。そして特典の2つ目は、残価設定型クレジットで特別金利 1.9% になることです。販売会社によって異なるかもしれませんが、三菱自動車では手数料率が 3.9% なので、2% ほど手数料が下がることになりますね。車両の詳細がわからないですが、低金利で残価設定型クレジットを契約できるのは魅力の一つですね。設定した支払い回数後に売却する前提であれば、この残価設定型クレジットはおすすめ度高いです。
今回はマイナーチェンジすると言われているので、原稿が素晴らしい分、期待も大きいですね。新型が発売されたら私も詳細見るつもりなので、皆さんに共有できる情報があれば動画を通知とお伝えしていきたいと思います。それではまた。